ございます。おはようございます。今日はね、子供のイベントに参加しようと思って山鹿市で毎年会ってるらしいんですけど、全然知らなくて、そのイベントが清浦総理顕彰あんずの丘マラソン大会。あんずの丘でね、マラソン大会があるんですけど、清浦総理を顕彰するっていう、皆さんもね知らないと思います。ただね、山鹿市民はね知ってるんじゃないかな。清浦総理。清浦総理っていうのは第23代内閣総理大臣、大正13年から約5ヶ月総理を務めたというね、ちょっと任期が短いですけど、この方をね顕彰するためにマラソン大会をしようっていうなんでマラソンなのかなと思っちゃうんですけど、ただね、このマラソン大会なんですけど、子供の成長がね見れるんじゃないかなと思って、っていうのも3歳からこのイベントに参加できて、3歳から小学生未満は 1.5 キロに参加できます。大人が伴走するっていう感じですね。で、毎年出ると、成長が見れるんじゃないかなと思って、いいイベントだなと思って、今回初めて参加しようと思います。来年はね、タクも参加できるんじゃないかなと思って。で、このマラソン大会のいいところは記録を取らないんですよ。競わない。もうこれがいいですね。競わないっていうのがいいですね。みんなで楽しくね走ろうっていう気持ちよくね、終われるんじゃないかなと思います。あとですね、このマラソン大会に参加すると参加賞ももらえて、何ですか？特産品と入浴券、山鹿市はね温泉も有名なので、温泉の入浴券もらえるみたいです。あと馬かもん市っていうのがあってるみたいで、それもねちょっと楽しみだなと思ってます。とりあえずね、楽しく、このイベントを終えれたら、また来年も参加しようって思えたらいいですね。とりあえずね、ちょっと今から会場に行ってみます。
いやーお疲れ様でした。お疲れ様でした。1.5 キロね、めちゃめちゃいい距離、ちょうど疲れないしちょうど楽しい。無事ね完走しまして、自分で書くっていうスタイルです。これいいですよ。楽しいで終われるマラソン大会なかなか珍しいマラソン大会ですね。今からいっぱい出店が出てるんで食べてみて、いやいいよ、すごくいい。タクもね来年決定でいいかな。でみんな笑顔で本当笑いながら走ってる感じなんで、楽しい感じで終われると思います。子供さんがいるね人はね、ぜひ参加費も安いんで参加して美味しいもの食べて温泉入って帰るっていうすごいいいイベントじゃないかなと思います。来年もね参加できたらいいなって感じです。お疲れ様でした。ありがとうございました。